すごいなこれ景色今アスキングプライスはいくらで？皆さんこんにちは。今日はドバイで初ルームツアーをします。僕たちの会社のリスティングにある中の一つのお部屋です。そして同じ会社、日本語が唯一話せるエキスパートのフセインさんを紹介します。皆様こんにちは。皆さんこんにちは。日本語がペラペラで話せます。はい、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、日本人のお客さんももうすでにいっぱいいらっしゃるんですよね。そうですよね。はい。フセインさんたくさんいらっしゃいますね。はい、このパートナー2人ではいタッグを組んでやっていきますんで、よろしくお願いいたします。ろしくお願いします。今日の物件は何ていうですね、ビルの名前は、はい、1JBR。これ新しくできた建物ですね。ちょうどできたばっかり、新しいですね。はい。去年できたばっかりで、どういうロケーション？まあ、海がそうです。ニュードバイと呼ばれるドバイマリーナ、マリーナと JBR にありますね。はい。ちょうどね、ビルの前はビーチが、ね、ありますね。プライベートのビーチついていますね。はい。僕も初めて見るので、ちょっと自分も楽しみですね。仕事ですけど。はい、じゃあお部屋早速見に行きますか。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに、はい、ベジタルカールパーキングですよ。駐車場。住んでいる方のお友達、はい、来た時、ここで無料で止めれるんですね。どこでもいいんですかね、止めるの。なるほど。これは珍しいですよ。いつも有料。普通は有料みたいですね。いい天気で暑いんですよね。でもまだマシですかね、今日は。これちょうど、はい、泳ぐ天気。泳ぐのにちょうどいいです。レセプションのロビーですね。このビルの特徴は、はい、各お部屋はエレベーターがあるんですよ。貸し切りのエレベーターがあるね。私たち今から見に行くお部屋39のお部屋はこのエレベーター。このエレベーターよ。プライベートエレベーターです。ちょっとエレベーター降りるとすぐお部屋ですね。着きました。ここ出ると、うわー、もうすぐ部屋ですよ。これプライベートエレベーターですね。タイにもありますけど、超高級物件にしかないエレベーターです。広これリビングルームですね。パラセーリング出る。うわ、すごいなこれ。やばいですね。あそこ見えますかね、パラセーリングやってるんですよね。ビーチもビーチ。ほんまや、この目の前すぐビーチですね。プールがあってビーチ。ここ一面に降りてきた。これ景色がすごいっすよ。あと今見える建物は、目の中にある建物は、ヤシの木の形した人工島、パームジュメーラ、古い島だね。あれがパームジュメーラーですね。人工島。あそこにもいっぱいレジデンスとかホテルとかがあるんですね。一軒家とマンションと5つ星ホテル。全部やっぱり買おうとしたら高いですか？1億円以上とかになりますかね。でも安いのもあるんです。だったら6000万円ぐらいですね。6000万円。6000万円ぐらい。でも前買われた方は3000万ぐらいでね、シーンを作るとき、今だいたい6000万円ぐらい。2倍になってるんですね。値段上がってるんですね。このリビングどうやってファーニチャーを置こうか。テニスできるんですよ。そうですね。壁打ちできますね。やりましょう。広すぎですよこれ。
フセインさんがあそこに立ってもめっちゃ小さく見える。フセインさん細く見える、細く見える。ちょっとこのいやいいっすね。でキッチンがここにあって、今ドバイで流行っているはいキッチンのスタイルですね。まあ、オープンキッチンですね。はいね、お料理をされるとき、はいテレビを見るとか、ファミリー話せるとか、子供見えるとか、いつもここら辺はね、椅子2つあって、はいね、なるほどね。食事とかねはい、ここでも食事できますね。確かに。なるほど。でこの全部ビルトインになってるんですね。今度はシーメンツ、このタイと一緒やな。ここは冷蔵庫ですね。冷蔵庫、冷蔵庫こっちか。そうビルトインで一つ。もう新しいタイプ使う。本当そうですね。去年できたばっかりやから。なるほど。でも鍵届いたのは、これ今年ですね。今年。なるほど。ちょっとロックダウンがあって、オーナーはね、今年鍵取りに来ました。なるほど。これちなみに4ベッドルームのお部屋。4ベッドルーム、OK。ここから入ったら、ベッドルーム2つあります。あちらも2つありまして、ちょうどね、ショープの裏側はメイドルームですね。こっち、メイドルームもあるね。メイドルームありますね。なるほど。ちょっとマスターベッドルームから見てみたいですね。こっち。どうぞ。左ですかね。こっちか。部屋がいっぱいすぎてどれかわかんないね。うわ、すごっ。クローゼットとかも最初からついてるし。これマスターベッドルームですかね。そうです。まあみんなマスターです。みんな広いですね。バスタブがついている。でバルコニーもここからも出れるっていうことですね。閉まってるから。なるほど。リビングとは別にまたこのでっかいバルコニーがあるっていう。何個バルコニーあるんですかっていう。今日は3つのバルコニーあります。すごいですね。天気がいいです。天気がいい。あとプライベートビーチがついている。はい。このビルに住んでいる人しか使えないビーチですね。そうなんですね。詳しいビーチもあります。はい。ほんまや、下やな。ちょうどここの一番下にあるのがこの物件のプライベートビーチですね。あとマリーナ。これ運河。ここがマリーナ。はい。運河があって、運河の右と左綺麗なビルが建っています。でここのロケーションは、マリーナドバイ JBR ジュメーラビーチレジデンス。ジュメーラビーチレジデンス。ビーチの前のレジデンス。なるほど。 JBR みんな簡単にね。ジュメーラビーチレジデンス。JBR。でちょっと向こう行くと電車メトロがそうですね。あってトラムがあります。テニス場あるんですよ。本当だ。テニス場ある。ここはやっぱり今人気エリアになってますか？人気ありますね。ヨーロッパの方、海好きな方はこの辺によく住んでらっしゃいます。もうドバイは一年中海で泳げる。そうか暑いからね。とっても寒い日はありません。1月2月も暖かくて泳げるんですね。そうか。日本みたいにワンシーズンだけじゃないんですね。ずっと泳げるんや。それは海の近くがいいかもしれないですね。これトイレが広いですね。これトイレ。ほんまや。こっちトイレや。広いね。バスタブもついてて、シャワールームでかっ。で天井からレインシャワーですねあって、これめっちゃいいな。ゆっくりシャワー浴びれそう。じゃあこれは一つ目のお部屋です。いやすごいっす。お部屋のナンバー2。2つ目のベッドルーム。これも広いな。
これすごいわ。3つ目のベッドルーム、どのベッドルームにもこうやってクローゼットがあるんですね。ドレスとかドレス、スーツとか、なんかびっくりするぐらい収納スペースが広い。そうでこっちもいつもお客様からねはい言われるのはちょっと足りないとか、ドレスが多いとか、ね、確かに特に女性の方はね、ここはね、これはもう十分ありますね。なるほど。でまたこっちにもバスルームがありますね。レインシャワーでトイレ。そうとそれの部屋はねクーラーがついているたちとか、今はお部屋の中は28度ですね。ちょうどいいよね。ちょうどいいですね。4月はクーラーあんまりいらない。クーラーいらないあ、そう、これ窓開けてたらめっちゃ涼しい。すごい、これめっちゃいい。さあ、湿度そんなにありますか？確かに。いや、広すぎるわ、これはちょっと。またこのね、クローゼット。はい。全部見えるんです。全部見えますね、確かに。こんなアパートメントね。でかっ、これも広いっすよ。さっきのマスターベッドルームと本当同じぐらい広いですね。大理石か、タイルか。お、ここ、はい。シャワールームシャワールームとすげえ、またバスタブある。あとここはね場所があって、そうですね。来るんですね。下洗面台めっちゃ大きいっすよこれ。めっちゃいいわ。私はこのサイズが十分です。嘘でしょ、もっと広いとこ住んでる。メイドルームも綺麗ですよ。おお、これがメイドルームですね。ああ、はい。まあ僕はここでも住めますね今。メイドさんのあ、ちゃんと、はい、クローゼットもあって、へえ、でかすぎる。広いわ。4ベッドルームとメイドルーム、メイドルームプラスメイドルーム。トイレははい、5つ、6つありますね。6つ。ゲストトイレと各部屋はトイレがついていて、全部で6つのトイレがついています。そしてプライベートエレベーターで、気になる価格は今アスキングプライスはいくらでいくらだと思いますか？ここやとこのサイズは日本だったらいくら？いやもうこれ350だと6億ぐらいするんじゃないですかね。6億円6億円ですね。とか多分しますね。まあ場所にもよりますけど、東京とかだとこちらはドバイの値段で大体5億円ですね。5億円。5億円ですね。駐車場が2つ。駐車場2つついてる。そして20時間のセキュリティがいて、あとプールジム使える。そうですね、はい。観光客用家具入れて、観光客1週間とか2週間とか、ファミリーで来る観光客も喜ぶんですね、このサイズで。あ、そうですね。基地がついてるお部屋。確かに。普通のホテル部屋は基地がついてなくて、狭いです。こっちはちょうどね、アパートメントね、マンション。ドバイはまあショートタームでも貸し出しができるっていう、それがいい。ドバイの政府から許可もらって、ホテルとして観光客のお客様に貸すことできます。これ一番儲かるですね。いや儲かりますね。1年の契約もできますね。賃貸出す場合は1年の契約ですね。どっちもできるのはいいですね。この部屋をもし賃貸に出したとしたら大体いくらぐらいになりますか？はい。1年の契約する場合は、もちろん1年は1回一括払い。はい。で毎月払うじゃなくて1回で払う。先に1年分を払うんですね、ドバイは。70万ディラムから70万ディラム。80
80か90になるかもしれない。ん結構高いですね。うん39階。だからそうですね2500万円ぐらい、日本円で1 1年で2500万円。万円ですね。ええ、高いですね。高いっすね。1年2500万円。ドバイの賃貸は高いですね。高い、本当に高いです。安いとこが全然ないですね。ここでも結構問い合わせありますか？買いたいですっていうお客さんは。大体週に3か4回ぐらいインクワイリー見せてくださいね、連絡が来て。そうですね。いやすごい、今本当にドバイの不動産マーケット値段が上がって買いたいっていう人が多いですね。多いですね。まあ証拠しているように、ドバイの不動産買ってるのは200に違う国の方ですよ。そうですね。だからいろんな国だからいろんな国の人がいます。まあ治安がいいですね。ドバイはね、治安が良くて税金がないから、やっぱり税金がないから。ね、あと何でもある。ドバイはね、ビーチもあるし街もあるし、お金があれば何でもできる国できますね。僕には今ちょっときついですね。これ大きなお部屋ですが狭いお部屋もありますよ。まあ今度はね、時間がある時、オーナーさんから許可をもらって2ベッドルームと3ベッドルーム興味がある方は見せることできます。なるほど。大体いくらぐらいですか2ベッドルームはちょうど日本円の2億円ぐらいですね。2億円ぐらい、じゃあ僕はもう最低でも2億円からの超高級物件でした。そうですね。すごいですね。興味がある方コメントをぜひ、入れていただければと思います。ということでまたよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。